多くのアダルトチルドレンは自分を治すという部門ではものすごく努力をします。自分を否定せずに正しく気づけば、気づくだけで持ち前の治そうというものすごい力が加わるので、変われる可能性は十分にあります。でも多くのアダルトチルドレンはこの力を正しい方向に使えていないんです。ほとんどの人は問題点を分かっていないので、この力を逆方向に使っています。これをうまく正しい方向に使いましょう。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは自分には何か致命的な欠陥があると感じ、それを周りにバレないように隠し、なんとか体裁を取り繕っているという人が多いです。そしてこの生き方が正解だと信じ、体裁を取り繕う生き方や自分には致命的な欠陥があるという感じ方が間違っているとは気づいていません。そこでどんどん暗闇へ進んでいます。というのは、欠点は誰にでもありますが、同じ欠点があっても不幸になる人と気にしない人とがいます。自分の価値を達成基準で評価する人が致命的と思うような欠点があっても、自分の価値を存在基準で評価する人は自分の価値を脅かされないし、自己肯定感を下げません。自分の価値を達成基準で評価するというのをもっと分かりやすく言うと、自分の価値を何を成し遂げたかで評価するということです。業績思考ということです。一方、存在基準で評価する人というのは、存在するだけで価値がある、存在するだけで愛されると思えているということです。私は頭が悪いので幸せにはなれませんという人は、頭が悪いからみんなのようにできないとか、頭が悪いから何も達成できないという達成基準で自分を評価しています。小さい頃からただ存在するだけで無条件に愛されるという体験がなかった人に多いです。そして私は頭が悪いので幸せになれませんという人の不幸の原因は、頭が悪いからではなくて、頭が悪いということを通じて感じている自己否定です。頭が悪くても、仕事ができなくても、恋人がいなくても、幸せな人はたくさんいます。不幸の原因は、自分や世界や未来に対するネガティブ思考です。このような人は暇さえあれば常に自己否定をしているから抑うつ気分になっているのです。そこで自己肯定感を高めよう。あなたは素晴らしい。あなたは才能がある。という自己啓発も流行りますね。最終的にそこに行けるなら素晴らしいですが、自己否定をしている人が、つまりマイナス100の人が一気にプラス100にはいけません。上辺だけの偽ポジティブは意味がないどころか逆効果です。まずはありのままの自分を受け入れるということを目指しましょう。今日はありのままの自分を受け入れるための話です。つまり不幸の原因であるネガティブ思考をそらすための話です。アダルトチルドレンにとってはとても大切な話をします。皆さんは犬派ですか？猫派ですか？どちらでもないですか？人によって好き嫌いがあるでしょうけれども、犬が好きな人はこれから犬を飼うと想像してみてください。猫が好きな人は猫を飼うと想像してみてください。
おそらくその犬がドッグショーで優勝しないと愛情を与えない、可愛がらないという人はほとんどいないと思います。つまり、犬や猫が何かをしてくれなくても、ただいてくれるだけで愛情を与え、可愛がると思います。これが無条件の愛です。人間はこのように無条件で愛をもらえる人と、何かで優勝しないと愛をもらえない人と、もっと言えば何かで優勝しようがしなかろうが関係なしでそもそも愛をもらえない人といます。さらに持って生まれた遺伝子にも違いがあるので、人間は一人ずつ全く違った脳を持っています。だから生きやすい人と生きづらい人、幸せになりやすい人と幸せになりづらい人、ありのままの自分を受け入れられる人と受け入れられない人とがいるのです。このチャンネルは育ってくる環境とかアダルトチルドレンをテーマにしていますので、遺伝子の話は置いておきますが、ありのままの自分を愛されずに育ってきた人は、直接言葉では言われなくても非言語的な態度なので、ありのままのあなたではダメ。ありのままのあなたは存在してはいけません。ありのままのあなたは迷惑な存在です。というメッセージをもらいながら育ってきているのと同じです。小さい頃からずっとこのようなメッセージをもらい続けていれば、脳にしっかりとこびりつきます。人生の最初の方で、青色のコンタクトレンズを入れられたとします。世界が全部青寄りに見えます。でも本人は小さい頃からずっとその世界を見ているのだから、これが本当の世界だと疑いません。誰かに、世界はあなたが思っている色とは違いますよと言われても信じられません。アダルトチルドレンは人生の最初の方で、ありのままの自分ではダメという色のコンタクトレンズを入れられているんです。このコンタクトレンズを外せたら人生の色は変わります。ただ、実際のコンタクトレンズのように外そうと思えば簡単に外せるものではありません。理想を言えば、無条件で愛されていたら、このままの自分でいいんだというのが染み込むはずだったんです。でも、存在しているだけで無条件で愛してもらえることがなかった人は、気づいていなくても今までの人生で恐ろしいほど業績思考が染み込んでいるんです。何かを達成しないと自分は価値がないという価値観が染み込んでいるんです。だから無条件で愛されるという体験がなかったのにもかかわらず、無条件で愛された人と同じ感じ方を身につけるのは無理があります。でも、その無理に挑戦していくのがアダルトチルドレンなんです。時間と努力と練習は必要だし、簡単ではないですが、完全になる必要はありません。少しでも無条件で愛された人の感じ方に近づければ、少し世界が変わってきます。自己否定色のコンタクトを外すには、まず自分があれもこれもそれも自己否定をしていることに気づかないと始まりません。わかりやすいのから例を出せば、多くのアダルトチルドレンはゴールに到達しようとして、そのゴールに到達していない自分を責めたり否定したりしています。幸せになることを目的にしているのではなくて、自分ではない人間になることを人生の目的にしているんです。あるいは、本当の自分を周りに隠しきることを目的にしているんです。自分ではない人間になることを人生の目的にしていたり、自分を隠すことを目的にしているということは自己否定です。
目標は必要ですが、それがクリアできなかったからといって自分の価値が下がるわけではないのに、まるで価値が下がるかのように感じてしまうところに問題があります。このような人は連休が終わると、ああしまった、仕事の役に立つことを何もしないで遊んでいただけで連休が終わってしまった、あるいは勉強しないで本も読まないでテレビ見ただけで終わってしまった、ああ最悪だ、ダメ人間だなどと感じるかもしれません。これも結果を出さなければいけない、ゴールに近づかなければ価値がない、ありのままの自分ではいけない、何かを達成しない自分には価値がないという業績思考が染みついているんです。それしか自分を判断する基準を持っていません。だから何かを達成しなければ、あるいは達成に近づかなければ自分の価値を認めることができません。この思考は人の役に立つために作られたロボットが持つべき思考です。人の役に立つために作られたロボットには、達成しないと価値がないと感じてもらわないと困ります。気づいてほしいのは、親は一生懸命やっていて悪意はなかったとしても、無知だったり忙しくて時間がなかったり子育て能力がなかったり心が未成熟であなたを人の役に立つロボットにしてしまった人がいたということです。子育ては大変なので、心が未成熟のまま親になってしまった人は、できることを精一杯やりながらも限界があります。また、愛を持っていない親もいます。ないものはないし、無理なものは無理です。無条件で子供を愛することが無理であれば、子供は弱いので操り人形やロボットにしてしまいます。操り人形やロボットとして育てられた人は、親の意図通りに操られた時だけ自分に価値を感じられるんです。このような人は存在しているだけで OK、 ありのままの自分でいいんだ、ありのままの自分で愛されるんだということがどうしても分かりません。このように言う人もいます。自己需要の話が一番響きました。私も自己否定をやめたいです。でもどうしてもやめれないんです。もうこのダメな自分が嫌です。つまり、自己否定をやめれない自分を自己否定しているんです。ダブルで自己否定しています。こういう人はすごく多いです。脳の土台が間違っているんです。愛を経験していない人は、役に立たないとここにいてはいけない、ありのままの自分では存在してはいけないという思考回路になります。これが土台にあるから、早くこうならなければいけないと感じるんです。無意識であっても土台でありのままの自分では存在してはいけないと感じているのだから、こうなれたらいいな、こうなりたいという普通の人の目標とは違って、切羽詰まったこうならなければいけないという感じ方になります。切羽詰まっているのに、でも実際の自分はこうならなければいけない自分になれていないから、自分に怒りや憎しみやストレスを感じたり、抑うつ感情になったりします。気づかなければいけないことは、土台がおかしいことは無視しているということです。土台が傾いていることを無視して、土台の上の部分を皆のようにしなければと焦っています。土台の上の部分をいくら頑張って作っても、土台が傾いているので、いつもうまく仕上がりません。そこで
頑張ってはいるけれども、自己否定を強めています。よく、劣等感は努力の源になるので、劣等感は悪いものではないという人がいます。この言葉を支持するかどうかということは置いておいて、アダルト・チルドレンは自分の欠点をすごく嫌がるので、ものすごく努力をします。自分で気づいていなくても、ほとんどの人はものすごく努力をしています。それも、努力しなさいと言われていないのに、ものすごく努力をしているんです。そこで、仮にその欠点が治ったとします。でも、土台で自分を否定しているのだから、仮にその欠点が治っても、他に自分の嫌なところが出てきます。これは自分を否定しているアダルト・チルドレンの特徴の一つです。そもそも、ありのままの自分を愛されて育ってきたら、皆のようにしなければという思考にもならないし、切羽詰まったこうならなければいけないという感じ方もしません。ありのままの自分を否定されて育った人は、土台にありのままの自分ではいけないみたいなのがあるから、皆のようにしなければとか、切羽詰まったこうならなければいけないという感じ方になるんです。この土台をありのままの自分でいいんだに変えれば、軽いこうならなければという感じ方は出てきても、切羽詰まったこうならなければという感じ方ではなくなります。軽いこうならなければは出てきても軽いので、その思考を選択しないこともできますが、切羽詰まったこうならなければの時は、自動でその思考を選択してしまいます。自動で心を壊す道を進んでしまいます。あらゆる面に言えることですが、アダルト・チルドレンは無意識で生きていると決して良い方向へは進みません。逆走します。目指す方向は土台を変える努力と意識的に自分を良い方向へ導く努力、意識的に思考や人生を選択する努力が必要です。進む方向が分かれば、ほんの少しずつかもしれないけれど前進はできます。でも多くのアダルト・チルドレンは進む方向が分かっても自分を責めるので後退してしまうんです。いつも後退しています。だからいつまで経っても進まないんです。例えば自分に優しくなるのが進む方向だと分かってもそれができないのであれば、まずは自分に優しくしようと心に留めましょう。それでワーク成功です。これはほんの少ししか進んでいなくても逆走していません。今まで何十年もかけて脳を萎縮させたり歪めてしまったのだから、自己蔑視はやめようと思えばやめれるわけではないし、こうしようと思えばこうできるというわけでもありません。自分に優しくしようと思っても簡単には優しくできません。一度はできてもそれを継続することはとても難しいです。自分に優しくできるようになるためには準備が必要です。例えば、自分に優しくしようということを何度も意識して脳の中に植え付けないとすぐに忘れてしまいます。自分に優しくしようと心に留めたということは一歩進んだということです。それだけで成長しているということです。いつも自分を厳しく責める人は、少し比喩的に言うと、何もできない小さい時に100点を取れと言われているんです。何もできない時は10点も取れないのに、
100点を取れと強く要求されているんです。このような人は一気にゴールにたどり着けないと自分を責める心の習慣があるかもしれません。でも人間は神ではないし、魔法使いでもないので、一歩ずつ進んでいく生き物です。一歩ずつ進む意識を育みましょう。アダルトチルドレンはちょっとしたことで自動思考が乗っ取られてしまいます。ちょっと批判されたり責められると自動思考が全部そのことに集中して胸が苦しくなったりします。このような動画を見て勉強している人はもしかしたらもうすでに自分の自動思考はあまりにも簡単にネガティブ思考に乗っ取られてしまう、目に見えない何かに支配されていると気づいているかもしれません。そしてこのような人は人生が辛いので、そのような自分の弱点に気づけばその弱点を直すためにアンテナを張る人も多いです。今の時代はアンテナを張れば情報はいくらでも転がっています。そこでどこかしらであなたの認知は歪んでいます。あなたの自動思考はネガティブです。だから早く直した方がいいですよというアドバイスを目にしているかもしれません。そこでまた自動思考が治らない自分を責め始めるんです。自分の問題点に気づくことは絶対に必要です。気づかなければ直しようがありません。問題は次です。気づいたらすぐにゴールに行けるというのは、自分の欲求は完全に満たされて当たり前だとか、自分には困難があってはいけないというような幼児的万能感です。一気にゴールに行くことを期待せずに一歩ずつ進みましょう。自分は自動思考がおかしい、認知が歪んでいる、普通ではない、だからダメ人間だ、早くどうにかしなくては、ではなくて、わお、自分はこうなんだな、です。たまたま小さい頃の環境でありのままの自分を愛されるという経験はできなかったけど、本来は存在しているだけで愛されるんです。何かを達成しなくても価値はあるんです。だから自分はこうなんだなと気づいても、そこに自分に対するジャッジを加える必要はありません。だから自分はこうなんだなで終わりです。これがありのままの自分を受け入れるということです。ありのままの自分を受け入れるということと、向上心がないということは同意ではありません。これが今の私なんだと認識して、その自分を受け入れて、その上でもっとこうなりたいという方向へ進むのと、自己否定をベースとした切羽詰まったこうならなければいけないという感じ方でこうなりたい方向へ進むのは、目に見える世界では同じ方向に進んでいるように見えても、心の世界では真逆に進んでいます。ではポイントを振り返りながらまとめます。心の未成熟な親は子育てがいっぱいいっぱいなので、今をしのぐことで精一杯です。そして心が未成熟ということは、子供のように自己中心的で思考が甘えているということです。このような人は何であれ結果が今すぐ欲しいんです。子供に愛情を与える親は見返りを求めずに優しさから愛情を与えますが、愛情のない親は損得感情で生きています。損得感情で生きているのに、このような人たちはほとんどの場合、今すぐ欲しいんです。短期目線しかありません。
子育ては自分が楽をするためなものではないし、愛情と損得感情を一緒にされたくないので、あまりいい例ではないのですが、短期目線と長期目線の説明のためにちょっと良くない例を出します。子供が小さい時に子供に愛情を与えられれば、子供の成人後は楽ができます。つまり長期目線で見れば、この時期に頑張っておいた方が楽です。でも心が未成熟の親にとって愛情を与えることはとても大変なことです。そこで今がしのげればいいと、今楽できることや今安心できるところへ子供を誘導します。つまり子供を操作したり利用したりします。当然ですが、これでは子供の心が育つほど愛情を与えられません。今がしのげればいいという短期目線しかないと、そのツケはきちんと子供に出ます。犠牲となった子供は人生が辛くなるので、多くの場合そこから抜け出そうとものすごく努力する人になります。そして親に操作されていたり利用されているので、努力を無条件にいいものだと思っていたりします。でも短期目線しかない親というのは、すぐに変わりなさいと要求してくる親です。そしてそれが可能だと思っている人です。つまり心が未成熟で幼児的万能感が残っている人です。そのような人に努力は無条件でいいものだと教え込まれているんです。これはちょっと恐ろしいことです。実際は心にとっては悪い努力というのがたくさんあります。心にとって悪い努力というのは、ありのままの自分ではいけないというのを通した努力です。つまり自己否定からの努力です。だからしなければいいのに血がにじむような辛い努力をして、そこまでして心を悪化させているという人もいるかもしれません。自分を変える努力はもちろん必要ですが、短期目線しかない親に育てられた人の努力は、早く変わらなければこの自分はダメ人間だ、この思考をする自分が大嫌いと今の自分を徹底的に否定する努力になっているんです。アダルトチルドレンを回復するには、今の自分を受け入れている状態で気づいていないことや間違っていることに気づかないといけません。例えば無意識で自分の欲求は全て完全に満たされるべきだと思っていること、ネガティブな経験を完全に排除できると思っていること、憎しみを抑圧していること、無意識で生活しているので自動で悪い方向へ導かれていること、現実を体験しているのではなく歪んだ思考回路を通して現実を感じていること、自分に愛情を与えずに厳しく接していること、他にもいっぱいありますが、このようなことを自分を否定せずに気づかないといけません。さっきも言いましたが、多くのアダルトチルドレンは自分を治すという部門ではものすごく努力をします。自分を否定せずに正しく気づけば、気づくだけで持ち前の治そうというものすごい力が加わるので、変われる可能性は十分にあります。でも多くのアダルトチルドレンはこの力を正しい方向に使えていないんです。ほとんどの人は問題点を分かっていないので、この力を逆方向に使っています。これをうまく正しい方向に使いましょう。ただ
大事なことに気づいていなかったり、自分を否定していたり、憎しみを抑圧していたり、甘えの思考のままだと、あなたが何とかしろ、あなたのせいだと依存的になって主体的になれないので、これだとまず変われません。そして気をつけてほしいことは、良い子だった人とか真面目な人とかメランコリー神話型の人は、今の自分を受け入れた状態で気づいていないことに気づこう、自分に優しくなろうと言われて、そうか、自分に優しくなかったからダメなんだと分かると、今度はガッチガチにそうならなければいけないになってしまいやすいです。つまり、自分に優しくできない自分はダメ人間だと自己否定をしてしまう自分を自己否定するんです。こうしようと思ってもこうできない。あそこに行こうと思ってもあそこに行けない。やめようと思ってもやめれない。それがありのままの自分なんです。アダルトチルドレンは無意識にたくさん問題があります。そして人は無意識に自分の人生を操縦されています。何十年も心に問題を抱えて生きてきた人が急に理想の思考になれるわけがありません。でもなりたい自分になれないからといって人間としての価値が劣るわけではありません。犬や猫を飼うときはありのままの犬や猫を受け入れると思います。ありのままの自分も丸ごと受け入れましょう。歪んでいる、間違っている、私はちゃんとできない、だからダメ人間ではなくて、わお、私はこうなんだな。この捉え方をマスターしてください。では、すぐにできることですが、すぐにできることのコーナーは最近始めたのですが、今後作る動画は一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えて終わろうと思っています。今日の内容のすぐにできることは、まず考えてみましょう。つまり、ありのままの自分を受け入れましょうと言われて、すぐにそれができるようになるアダルトチルドレンはまずいません。今はできそうにないと思う人は、ではまず、もしありのままの自分を受け入れられたらどうなるかと考えてみることから始めましょう。考えれば考えるほど脳に刻みやすくなります。ありのままの自分を受け入れたら、今の能力のままでも自分に不満にならないということです。次に、どうしてありのままの自分を許せないのか考えてみましょう。本当に自分が悪いのか、もう一回よく考えてみてください。例え話ですが、少年少女の事件が起きると、犯人はとんでもないやつだと誰もが思います。でもこの犯人の少年少女を調べていくと、ほとんどのケースで親からひどい扱いをされて育ってきていることがわかります。すると、他人なのに、しかも犯罪をしている人なのに、一方的に許せないという感情は薄まってきたりします。次は、自分のことを考えてみましょう。どうして自分は自分を許せなくなったのかということです。どうしてありのままの自分を許せなくなったのかが心の底から本当の意味で理解できれば、ありのままの自分を責めれなくなります。どうしてありのままの自分を許せなくなったのかがわからない人は、この動画の中にヒントがあると思います。人のことでも、それも犯罪者でも事情がわかると一方的に責めれなくなります。自分のことです。それに犯罪もしていません。なんでそんなに厳しいんですか。人のことはどうでもいいけど、自分は成功しないと困るから自分にだけは厳しくしている
という人もいるかもしれません。なるほど。でもそれは本当に自分のためになりますか？それに別にそこまでしてそれにならなくてもいいんです。あなたは今のあなたで素晴らしいのだから。ということで、自己蔑視をしている人は今の自分になっているのには理由があるということを忘れないようにしておくことはとても大切なことです。この動画は条件付きの愛で育ってきた人へ向けて作りました。この動画の内容が当てはまると思う方は、条件付きの愛育ちがアダルトチルドレンを克服するための言葉という動画や、自己肯定感を高めようの再生リストも参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。これからもアダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるために大切なことを心を込めて配信していきます。まだまだチャンネル登録者数が少ないので、応援してくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。